各方向行くぞ。この戦いで家国の脅威を除く。我らがもといを固めるため印象を受け。こちら遠方への攻撃で消耗して迅速の要求によって一気に決着をつけ討ち取った。ジョコ電柱殿にして西の山頂へ進む。ただ電気軍に気づかないよう注意が必要。この地は進軍開始だ。討ち取った。平家にゆかりの我らがおとりに最適でしょう。僕は役目を買って出ませんか。強くもない申し出息の目を吹きつけましょう。進軍開始です。敵将そうそう討ち取った。北の果てまで私を追ってきたか。いいだろう。両での雪辱を果たしてくれる。皆の者聞け。敵は長い遠征で疲弊している。間断なく兵を送り攻め続けるのだ。直ちに進軍せよ。今こそ進軍だ。俺たちの元将殿の世話になる。軍議に向かいるため力を尽くすぞ。進軍開始。曹操様には誰だろうと近づけさせぬい。全員まとめて相手してやる。敵将討ち取った。凄まじい。この地が制約ここで袁紹の残滓が力を発揮するとは。勝つか。延期殿でここまでです。あなたはこの長州外が止めてみせます。やはりお前たちが立ちふさがるか。すまぬ。私にも譲れぬものがあるのだ。存じておりますわ。互いに己の道を進みましょう。進軍開始。今こそ進軍だ。いえ、さっきまで押されてたみたいだな。もう千なのはごめんだぞ。制限。集中。敵将加工現状が討ち取った。敵将討ち取った。この地は加工現状が制したぞ。敵将王も厳しくなる。重列を読み違えた。敵将討ち取った。この地は制圧した。未だ電柱殿からの報告はなしか。あまり時をかけてはいられないな。よし、これで準備は整った。行軍をここへ導くとしましょう。ここまでは想定通り。次は感動をつけて敵の喉元に迫ろうか。直ちに進軍せよ。来たか。知らせ。そうそう。そして関室に君する意志は変わらぬようだな。進軍開始だ。止めきれんな。未だ電柱殿からの報告はなし。あまり時をかけてはいられないな。よし、これで準備は整った。行軍をここへ導くとしましょう。
ここまでは最程度。次は感動を使って敵の喉元に迫ろうか。始めよう。お前たちをこの先へやるわけにはいかぬ。そう思う時にこの地で滅んでもせっ進軍開始だ。素晴らしいね。皆の活躍は私の想定以上だ。兵は神速をもって進む。じきに決着がつくだろう。敵はまだこちらに気づいていない様子。隊が整い次第右岸の軍勢に奇襲を仕掛けん。あなたの顔を見られてほっとしました。できればこのまま離れないで。見事だ、カクさん。無念です。雌雄を尽くした見事な勝利。皆よくやった。私の想定よりも早く終わったね。これなら遠征の疲労は軽い。この体も。皆見事な戦ぶりであった。はっ、光栄の極み。お役に立てたようで何よりです。閣下殿、何やら顔色が優れぬようだが、幸いにして天候はまだ穏やかだ。今のうちに急ぎ行に帰還いたそう。まぶたには慶州の空、脳裏には幾通りもの軍略が浮かぶ。時があればと。まったく惜しいね。閣下殿。なぜ俺たちが配したお目付け役から報告があってね。閣下殿が雪になると外に出たがる。冷やさぬよう言い聞かせてくれと。まったくどこの子供かと思ったが。そのためにわざわざ皆。寮から馬を飛ばしてきました。積もる話は中でしましょう。私たちに黙って抜け出すのは許しませんよ。求めてあがけと。疲れてくるとやる気が。一つ相談があってね。少し構わないかな。ありがとう。相談というのは私の今後の身体についてだ。私は一線を退くことにしたよ。
皆の押し付けがましい献身でどうにか命は拾ったけれど、私の体は前線で兵を指揮できるほどの無理には耐えられない確信があるんだ。私の役目はここで終わりだとね。曹操殿にはもう話を通してある。享楽に身を委ね友と杯を交わし美しいものをめでる。それが各方向の生き方。影から見守るあの方の道行きはきっとこの上ない思考になることだろう。加工。一つ相談があってね。少し構わないかな。ありがとう。相談というのは私の今後の身体についてだ。私は軍師として一線を退くことにしたよ。本当なら白老山で右岸と袁紹たちを総統、天下への礎を築いて私の役目は終わる。そのつもりだったんだけれどね。気持ちが揺らいだのは天意殿や玄華殿のせいだよ。殿の作る世を生きてこの目で見たいと思ってしまった。そのためには無理は禁物と言われてね。今後は無冠の将として気楽に働くつもりだ。私としてはまだ思うところもあるけれどね。これまでの生き方をまるきり変えるようなものだから。ただ今は一人の将として自由に羽ばたいてみるのも悪くないとも思える。あなたのようにね。曹操殿にはもう話を通してある。これからは曹操殿の手足として影に日向に働くつもりだ。あなたと行動を共にすることも多くなるだろう。改めてこれからもよろしく頼むよ。少しいいかな。お願いがあるんだ。来たる石壁での決戦、ぜひ私と共に戦ってほしい。順位殿や順位殿、覚悟。この戦いに危うさがあることは理解している。だがそれが何かはっきりと分かっていない。今はまだ考えるための材料が足りないようだ。戦場に立って流れを感じ思考を巡らさなければ危険は見えてこないだろう。けれど私たちならそれができる。そして自由に戦場をかけ危険を未然に防ぐこと、勝利を盤石とするために。その先にある曹操殿の天下のために行こう、共に。
く宝庫。行くぞ。我が波動の行く末はこの決戦の先にある。皆各々の役割を全うし圧倒的勝利を得よう。さて、敵はどこに勝機を見ているのか、それを見極める必要があるだろうね。私たちなら成し遂げられるはずだ。さあ行こうか。おっと、今こそ決勝がしまいだ。敵将討ち取った。白線たたずまい画量諸葛孔明だな。奴を撃てば大きな禍根を除けよう。進軍を開始せよ。やはり私についつきました。この程度は読み通りです。敵はひたすら守勢を貫いて待っているのはやはり風。上等だぜ。状況は圧倒的にこちらが有利だからこそ警戒は怠らないでください。ついに仕掛けてきた。だまだ今は耐え時を待つのだ。敵が侵入しました。手はずどおり頼みます。随分と人道の守りを固めているな。やはり何かあると見るのが良さそうだ。そうか。この場所に来てみて確信した。これは戦場に指示を送るためののろし台だ。ここが送ると合図、2つの意味を持っている。諸葛亮、やはり相当な切れ者だ。おさん仮は仮に風が変わる奇跡が起きたとして、それでもこの戦況で逆転は起きえない。私たちがここまで押し込んでいるのは事実。敵は自分たちの船に火をかけることになる。なかなかやってくれる。だがしめ俺の覚悟はこんなものでは砕けんぞ。周りが見えてねえみたいだな。そんなんで俺様に勝てると思ってんのか。敵は風が変わるのを確信している。そしてどんな状況でも火をかける自信がある。そうだ。この戦況で討ち取った。こちらの船に火を放てる。それは味方だ。敵の策は私たちのうちにある。勝負は次回に預けよう。さらばこの状況ではいかんかもしれない。一度引いて立て直すとしよう。後半は引いたがこちらの騎兵も大きい。交代し体勢を整えよう。これで決まりだ。敵将討ち取る。お願いがある。風が変わる。その時を見逃さないでほしい。敵の策の要はおそらくその時に姿を現す。こちらの陣が火を放とうとするだろう。場所の目星はつけて風の予兆を感じて辺りを探る。見える。集中。ここは引くとしよう。未熟さを思い知りました。一度下がります。風向きが変わり始めたようだね。果たして間に合うだろうか。よっしゃ進軍だ。郊外。そんなところで何？ああ、答える必要はないよ。
あなたが火種だ。それはもう知っている。手を見せよ。こちらの策に気づいた。解き放たれ。お前たちを倒せば支障あるまい。集中。どこに打ち合った。さすがにまずいな。力の危ない。手を見せよ。手を見せよ。敵将討ち取りました。これだ。風向きが変わった。これ以上言うのはないのだ。一刻も早く郊外を止めなければ。この地は無分則が制した。集中。これでしまいだ。防げる。覚悟はいいか。これだ。やられた。敵将討ち取った。危ない。孫悟の未来、ここで倒れるわけには。敵の策の要は排除できない。さあ心置きなく決着をつけようか。人知れず危機を防ぎ勝利を導く。これがあなたの戦いなのだ。必勝の策がならぬとは。こうなっては武をもって対するしかあるまい。隊を整え陣を組め。持てる力を結集し決戦に挑む。敵将討ち取った頼む。至らなかったか。敵将討ち取った。いえ今はかなわんと。いずれ必ず虎の牙を容易に俺はしないさ。連合軍は崩れ去った。この大将は皆の尽力があってこそ。誇るがいい我らの勝利を。己の武勇と才知を。辛くも勝利に手が届いたか。ええ、これで我らは慶州に足がかりを得た。とはいえまだ油断すべきではありません。さすがと言うべきか。劉備軍も孫権軍も迅速に退却を始めています。この機に彼らに通打を与えておかねばすぐに体制を立て直し襲い来ることでしょう。うん。皆直ちに追撃に移れ。この戦での完全なる勝利をもって我が道行きで倒れた者たちへの手向けとする。任せておけ、猛徳。
こたびの戦、お前がおらねば勝敗は逆転していたかもしれんな。あえて本音を申し上げるならそうですね。ですがこの命は皆の力で流られたもの。私の功績ばかりを称えるべきではないでしょう。だがその閃光の大きさは皆も知るところ。褒美を与えねば他の者たちに示しがつかぬ。褒美では酒を一献所望しましょうか。もちろんただの酒では物足りない。万民が理の下で正しく生きていく平穏な世、その光景を魚に口にする極上の一献。承知した。お前の望みの品、必ず馳走してやろう。各家殿、石壁での采配はお見事でした。虎は膝を折れど牙は折らず、竜は寄るべき地を求めて益州へ。完璧な結果といかなかったのは私の不明かな。ですが天下の領地を得たのは確か。何にしてもめでたいことに変わりはない。無理。勝利におごってはならん。気を引き締めよう。心は常に研ぎ澄まし、切っ先は常に鋭く。おい猛徳満足そうな顔をしよって。満足はしておらぬ。誰もな。新たな天下はこの先にある。ここからが我らの本当の道行きよ。虎視方を継ぎ乱世の行く末へ。歩みは止めぬ、決してな。関羽様のあのひげ、つい見入っちまうんだよな。曹操様と袁紹様は